こんばんは、不動産マップです。今日はですね、アパレルのですね、ルナウンが経営破綻したっていう報道が出ました。それで、今日はですね、実際に決算書とか見ることで、破綻がですね、予想できたのかどうか、分析していきたいと思います。今コロナの影響で非常にですね、一気に景気が悪化してきています。で、会社のですね、株とか買うにあたって、分析してね、わかるのかどうか、僕自身結構破綻した企業の分析ってやったことなかったので、実際に本当に現金がですね、なくなって、返済できなくなるよっていう兆候がですね、現れてたのかどうか、それを詳しく分析していきますので、株とかですね、経済興味ある方、ぜひですね、最後まで見てみてください。で、今日の内容なんですけども、レナウンってどういう会社なのっていう紹介と、実際にね、どうやって破綻に至ったかっていうのを解説します。で、財務諸表から予想してたかどうかっていうのを解説します。で、ちょっとね、そういう傾向、無理やり、結果知ってるからかもしれないですけども、若干ね、そういう兆候、予想できたかもなっていうところは分かったりとかしました。なのでですね、しっかり決算書見れば、こういうの防げるかもしれないっていうのはね、答え知ってるからってあるかもしれないんですけども、意外と面白い結果が出てきたので、最後までぜひ見てみてください。で、レナウンって何かっていうことで、結構昔の人は知ってるかもしれないんですけども、アパレルの会社でですね、服とかを売ってるメーカーになります。で、1902年にですね、創業しているようで、すごいですね、もう100年以上続いている企業でしたと。それが一気にですね、経営破綻してしまったようになってます。で1990年代にはですね、2000億円とか3000億円ぐらいのですね、振り上げがあったような大きな企業で、日本一のですね、アパレル企業で、世界的にもすごいでかい会社だったそうです。で、バブルの時期に積極的に投資してですね、ブランドを買収したりとか、流通工場を建てたりとか、積極的に攻めたんですけども、一気にバブルが崩壊して、それが過剰な設備になって、経営がですね、うまくいかなくなってしまったと。そういうので、赤字転落して、そこからですね、ずっとうまくいかずにいろいろやってるんですけども、結局のところ、立て直しがずっとできないまま来ているような感じでしたと。で、2010年には中国のですね、山東っていうところと、資本提携して親会社がですね、中国企業になりましたと。株主が、ヒット株主でですね、中国企業の傘下に入ったっていう風になって、で、それで、いろいろうまいことをやるかと思ったんですけれども、なかなかですね、いろいろ揉め事とか起こしたりとかしていて、経営破綻に至ってしまった。そういうような状況になっています。で、バブル崩壊以降はですね、もう主力ブランドが、どんどんやっぱ高齢化していく。買う人はですね、高齢化して若い層を取り込めなかったりだとか、新しいブランドを作っても、なかなかその若い人が入ってこないとかですね、なかなかこの長期低迷していたような状態で、株価もずっとパッとしないような状態だったようです。なので、今回ですね、コロナの影響で、それがとどめになったような印象で、コロナ破綻かって言われると、ちょっと疑問があるような感じの印象を受けました。で、ナウンのこのブランドはですね、ダーバンとかね、結構有名なようですね。この藤原さんとかブランドで一新しましたとか、あとアクアキュータンとかですね、有名な、いっぱいブランドがあって、店舗もね、むちゃくちゃいっぱいあって、デパートに入ってたりとか、シンプルライフとかですね、あるみたいですね。なので、そういう店舗で、こういうブランドをやって、アパレル服を売ってるようなブランドメーカーになりましたと。で、これね、結構ツイッターで見ると、このルマンのですね、優勝したこのマツダのレースのところにレナウンってあって、これがすごい有名みたいですね。僕ちょっとこの車は知ってたんですけど、レナウンがスポンサーだってこと知らなかったので、多分、もう30年前ぐらいですかね、24時間耐久レースで優勝した時の車で、これをみんな結構ツイッターに上げてましたね。あ、そうなんだと思って見ました。じゃあなんでですね、破綻したのかっていう、そのまず破綻の流れをですね、しっかりしておかないと、どうして破綻したのかっていう、破綻するかどうかって予想ができないので、もうちょっとここをですね、簡単におさらいします。で、破産の流れなんですけれども、2019年度ですね、結構やっぱもういろいろありまして、かなりですね、アパレル業界には辛い時期だったようです。で、消費税がですね、増税されました。今も消費税増税された影響がとかもう誰も言わなくなったんですけども、コロナの影響がね、大きすぎて。でも消費税増税で売り上げがね、もちろん消費の反動が来て下がってしまって、さらに台風被害もすごかったですね。千葉の方、今いろんなところで、かなりの大打撃を、受けました。さらに暖冬の影響でっていうのがあって、もうかなりその12月末の時点でですね、売り上げが結構下がっていたようです。で、そこから、また、これちょっと衝撃的なんですけども、債券が回収できずに、貸し倒れ金を53億円ですね、計上しましたっていう風な報道が出ました。で、83億円の赤字に転落って一気にですね、これが、大きな報道っていうか、決算書出てましたね。で、これはどういうことかっていうと、このレナウンがですね、
この親会社の3党がいて、で、3党の子会社にですね、なんか厚生国際っていうのは香港の会社があるみたいで、ここに対して、なんか糸とかね、その縫製、糸とかなんかそういう生地とかをなんかこう、おろした納品したみたいですね。で、ここがまあ、服とかをおろしていろんなとこ出すみたいなんですけども、その、納品したけど、この代金がですね、回収、53億円返ってこなかったっていうところです。で、12月にね、揉めてて、で、そこからですね、まあ、3等に代わりにこう払ってくれって言ったりとかして、ずっと揉めてたみたいですね、12月ぐらいから。なので、結局それがですね、かなりでかいです。53億円がですね、消えてしまった。まあ、53億円分のですね、商品を納入したにもかかわらず、これで、一気にお金が入ってこないみたいな感じになっているので、まあ、ここも結構苦しんでるっていうような報道が結構出ていたので、まあ、そういうふうに、まあ、この本体自体がですね、大丈夫だとしても、こっちの会社からお金が入ってこなくなるよってことで資金がショートする可能性っていうのはあるんで、まあこういう連鎖反応みたいなのこれからも多分増えるだろうなっていうところで、ちょっとね、気をつけないといけないなと思ったりしてます。で、これがね、決算のところで12月末に53億円貸し取り金ですよって出てます。で、これで、利益がですね、2010年にはまあ大体売上が1300億ぐらいあったのが、まあ売上多分ブランド売却したとかあると思うんですけど、それ下がって、どんどん下がっていって、ほぼ利益が出てないような状態だったのが、去年がマイナスになって、さらに、マイナス80億ぐらい出ましたよってことで、結構ですね、今回の大きな、損失になってるっていうところで、もともとですね、12月末の時点でちょっともうやばかったですよっていう状態です。で、これは株価チャートなんですけども、まあ2017年ぐらいのところから、2020年なんですけども、まあ250円ぐらいから徐々にこう下がっていって、その決算受けた、その1月から一気に59円とかですね、まで下がっていますんで、まあ5分の1ぐらいですね、この、2、3年ぐらいになってますと、低迷してました。で、もうちょっと長いリーマンショックとかのやつを見ると、リーマンショックの時になんか2200円もあったみたいですね、株価がね。だからまあ2200円からまあ50円とかですね、70円ぐらいまでなったってことで、まあ相当下がってます。なのでリーマンショック以降、まあそこからですね、立て直せてない。まあ300円とか400円ぐらいはこう、動いてるような、かなりですね、回復してないと。で、さらに遡るとどうなってたかっていうと、これ株価すごいことになってて、バブルの時はですね、15,700 78円まで行ったみたいですね。最高のところで1989年のバブルのピークのピークですね。そこで、なんと1万5000円まで行きましたということで、まあ、これが本当レナウンのですね、最高潮だったようですね。で、ここからまあ、バブル崩壊して、一気に転落いって、そこから立て直せずに、まあ、衰退していった。すごいですね。1万5000円から78円になってるんで、もう何分の1だみたいなね、100分の1以下ですよね。3、400分の1ぐらいになってると思うんですけども、2、3、200分の1かぐらいですかね、なってるんで、まあ、相当ですね、株価が下がってしまったような感じですね。まあ、企業価値がそれだけ減ってしまったような形になっていると。で、そういった状況の中でですね、もうコロナの影響で、まあ、とどめを刺されたっていう風になります。で、コロナの影響で、やっぱこう、店舗がですね、売り上げ下がってしまいました。なので、かなりですね、下がっていた中に、緊急事態宣言になってしまって、もうデパートが閉まってしまったんで、売り上げがさらに下がったっていう風な感じになってます。で、まあ、どれだけ下がったかっていうと、まあ、1月から3月の平均で、25% ですね、売り上げが下がってるっていう風になってます。で、4月はまあ 80% 下がってる。まあ 80% ってすごいですよね。もうほとんど、まあ例えば30万円の給料をもらっていったとしたら、それが給料がね、20% しかもらえないってことなので、6万円にもう30万円から6万円にね、収入がなってしまった、みたいなね。それ家賃どうするんだとかね、光熱費どうするんだ、支払いができないじゃないかとか、まあそういう状態をイメージするとちょっと近いかもしれないですね。こういう、年次のですね、月次売上、去年からの比較、まあ、季節性があるんで、1年前と比較するんですけれども、まあ、全般的にですね、1月3月はもう全社で、まあ、75%。で、4月は17%みたいな風になってますね。ということで、かなり営業がでかかったようです。で、これでまあ、とどめ刺されたようになっていると。で、ということで、民事再生の手続きが、出ました。で、多分現金は枯渇して、まあ、返済できずに、返済できない恐れがあるということで、民事再生手続き、まあ、破産の手続きですね、しましたと。で、負債総額は138億円で、なんかちょっと変わってるのはですね、子会社が債務者として、なんかこう、申請してるみたいなんですよね。これちょっとあんまり聞いたことないので、債務者ってね、他の企業とかではなくって、なんか子会社が債務者になってる
てるんで、ちょっと不思議な感じですね。なんか日経とか見ると、なんか取締役会のですね、意見がまとまってないんじゃないか、みたいななんかそういうこと言ったりとかね、結構今取締役会が、後でちょっと説明しますけど、揉めまくってるんで、もうちょっとなんか、さらにもう一悶着ぐらいありそうな感じはしますね。これ僕の勝手な予想なんですけども。で、親会社のね、今のこの3党と対立してて社長を入れ替えてきたりとか、結局、3党の子会社にね、からお金支払ってくれないとかで、そうやってかなり被害を受けたりとかしてるんで、ちょっと揉めている感じがありますね。どうなるかはちょっと謎ですね。で、民事再生の、手続きが、出されて、これプレスリリースで民事再生手続き開始によるお知らせってことで、結論から言うと、さっき話した理由がね、さっき言った暖冬の影響だとか、そういうの書いてあって、53億円のですね、話とか、あと台風とかですね、あって、で、結論としてはですね、この上場廃止になる予定ですって言って、で、整理ポストってね、もう上場廃止になりますよっていう銘柄は整理ポスト入りするんですよね。なので、もう、廃止前提になりますよって言ってますね。普通の銘柄、管理ポスト、整理ポストってあって、管理ポストは、これ参考まで覚えておいてほしいんですけど、管理ポスト入りすると、上場廃止の可能性がある銘柄は、管理ポスト入りになるって、もう整理ポスト入っちゃうと、もう上場廃止が決定みたいな感じなんで、普通ね、整理ポスト入ると、もう上場廃止決まってるんで、普通は手を出さないような銘柄、そこに入っちゃうよってことですね。で、じゃあね、こっから本題なんですけど、決算書からですね、破綻が予知できたかどうかっていうのを、答え知っててなんとかその兆候がですね、出せないかってね、12月まで普通にやってて、急にね、この3ヶ月、4ヶ月後ぐらいには、破綻っていう風になってしまったんで、ちょっとね、驚きの、スピード感でしたと。これが分かったかどうか。あんまりね、過去のその破綻企業の決算書解説っていうか分析そんなしたことないので、これね、僕も勉強になりました。で、財務状況、12月末、ね、お金どんぐらいあったのっていうのを見ると、流動資産って1年以内に現金にできるものはですね、237億円ありましたと。で、そのうちの、現金は53億円で、売掛金が134億円ありましたよってなってます。ただその134億円の中の58億円ぐらいは、もう回収できないよっていう、さっきの貸し倒れ金になったりとかするので、実際はですね、50億で100億ぐらいなんですかね。流動資産みたいな感じになってます。現金はですね、ここになってると。で、流動負債、1年以内に返さなきゃいけない負債はどうなってるかっていうと、107億円ですね。なので、1年以内に返さなきゃいけないやつが107億円で、現金とか53億で、流動資産がね、237億円あるんで、普通に、1年以内に返さなきゃいけないお金よりも1年以内に現金できるお金の方が2倍以上多いんで、これだけ見るとね、全然問題ないなっていうような、比率になってますと。で、これもね、自己資本比率、どれだけ資産のうち自分のお金なのかっていうのもですね、47% って、そこそこね、高い自己資本比率なので、これだけ見てるともう全然ですね、問題ないように見えると。で、総資産ですね。総資産が323億円あって、純資産が153億円になってると。なので170億円ぐらいが借金ですよってことですね。全部の資産が320億円ぐらいあって、その中で借金が170億円ぐらいあって、自分の資産が150億円ぐらいあるよっていう風になってます。なのでね、自己資本比率でこれ高いので、そんなにね、おかしな感じではないですと。で、そこからじゃあ、財務諸表だけ見るとわからないので、これで、じゃあ、損益計算書、利益どうなってんのっていうのをもうちょっと詳しく見てみます。で、売上はですね、10ヶ月分ちょっと決算をですね、期日を変更したので、10ヶ月分の決算になってるんですけれども、前期が、売上はですね、502億円なので、毎月50億円ぐらいですね、売り上がってるよってことですね。で、原価。これがですね、多分服の、やつだとか、なんか、布の代とか糸代とか、そういうのが267億円ですよっていうので、結構ね、原価、思ったより利益率も 50% ぐらいあるから、そこそこ原価いいんだなっていうふうに思ってました。で、販売管理費。これがですね、人件費とかオフィス代とか広告費とか全部そういう、なんかこう、売るのにね、必要なお金がだいたい257億円で、結構これが大きいなと思っていて、で、足すとですね、ほぼもうゼロなんですね。なので、利益ゼロみたいな感じになっちゃってますと。で、さらにさっきの貸し倒れ引き当て金では57億円あるんで、これがですね、大きく出てます。その貸したお金、入ってくるはずのお金が入ってこないんで、損失として、仮に計上してますよ、みたいなね。もし帰ってきたらこれはなくなるチャラになるんですけど、これひっくるめて、利益どうなってるかっていうと、約、80億円の、営業損失っていうのが、10ヶ月分の決算でしたっていう風になってます。
で、これだけだとね、結局売上とかで営業損失が出てるんですけども、減価償却とか、いろいろあるので、実際ね、お金の流れっていうのもね、見ておかないといけないです。破産するかどうかっていうのは。ちょっとその現金の流れっていうのはどうなってるのっていうのをもうちょっと分析してみます。これだけではね、ちょっとわからないので、で、あんまりね、今まで決算書とか解説するときにキャッシュフローって計算言ってなかったですけども、これ、キャッシュフロー計算書っていうのは実はあって、それってお金のね、出し入れっていうところでどれぐらいお金が増えたか減ったかっていうのをこのキャッシュフロー計算書を見るとわかると。で、それでですね、その営業部分、服売ってお金入ってくるうち、服を売ってですね、材料買って、人に人件費とか払って、服を売って、で、最後お金残って、営業した販売活動してお金残ったのか減ったのかっていうのがですね、営業キャッシュフローっていうのが出てます。で、2018年度は12億円の営業キャッシュフロー出てました。で、2019年も12億円ぐらいのですね、営業キャッシュフローが出ていたので、なので、これどういうことかっていうと、毎月1億円ぐらいですね、現金が増えていく営業活動によって、服をね、売ることによって、いろいろ赤字になっていったとしても、1億円ぐらいはですね、現金を入ってきているような、感じになっていくと。で、この貸し倒れ引き当てには、これ除外してます。なので、普通に営業してればですね、1億円ぐらい入ってくるぐらいのキャッシュフローでしたっていうのが、ベースラインとしてあると。なので、1月、2月、3月、1年経るつって12億円ぐらい残ってるんですと。で、こっからじゃあ、急激に売り上げが下がったらどうなるのっていうところをちょっと見ていきたいと思います。で、結局今回コロナの影響で売り上げが急激に下がったっていうのがポイントになるので、売り上げが下がるってことはもうそんだけ収入がですね、その店舗で売り上げが入ってくる店舗で、50億円とか売り上げてるのがですね、もちろん全て店舗でってわけないんで簡易的な計算になるんですけども、すげえ簡単にざっくり計算してみると、1月から3月の売り上げがさっき言ったように 25% 下がってますと。で、月50億円の売り上げだったとして、全部店舗だったとして、150億円の、25% どれぐらいですかっていうと、36億円ですね、現金が入ってこなくなっちゃいましたよってことなので、その支払いとかね、そのまま普通に行ってたとしたら、この3ヶ月間で、36億円ぐらいは、減少してますよと。例えばね、広告を下げたりだとか、いろんなことあったりとかして、その支出は減らすとかあったかもしれないんですけども、とりあえずそういうのを除外しておいて、とりあえず売り上げが下がった分っていうんで、入ってくるお金がですね、36億円減りましたよっていうのは、これは事実としてあると。でさらに、4月に関してはもう 80% もですね、減少してると売り上げが。なので、その店舗とかの売り上げが、月ね、50億円今まで、入ってきたものが、80% っていう風になるので、これとんでもないですよね。一気に、50億円になったものが10億円になっちゃいますよってことなので、40億円入ってくるものが入ってこなかったよってことですよね。なので、1月から3月が36億円入ってくるものが入ってこなくって、で、4月が40億円入ってこないんで、これだけでもう76億円入ってこない、この4ヶ月間でっていう風になります。ってことは、さっき現金どれぐらいあったのっていうと、53億円ですね、手元にあったってことなので、なので、ざっくり考えると、その売り上げが下がった分、入ってこないよっていう分が、それを現金で埋めてると仮定すると、普通にですね、現金枯渇するなっていうぐらいの計算になってるっていう、これたまたまなのかもしれないんですけども、そういう風になってると。なので広告費とかね、そういうのを下げるかもしれないですけど、やっぱ人件費とかオフィス代とかですね、すでに、買ったもの、仕入れたものって、ちゃんとお金払わなきゃいけないですし、急にね、仕入れるのをやめるっていうんでなくって、仕入れたうちはよくよく月締めとか払ったりとかするんで、急にその支払いを止めるとかをやっぱできなかったのかもしれないですね。でそういうことやったとしてもですね、純粋に売上としてはですね、もうこれが全部店舗で売り上げてるものが、25%とか50%とか減っていくと、70億円ぐらい減ってるんで、それを現金で埋め合わせるとしてたら、枯渇するかもねっていうレベルではあるなっていうような印象ですね。ただやっぱちょっと不思議な感じもするんで、なんかいきなりこの民事再生してるんで、普通はやっぱ会社潰さないように、ありとあらゆる資金調達したりだとか、増資したりだとかですね、社債発行したりとか、資本提携、返済を遅らせるリスケとかですね、ありとあらゆる手をやるんですけども、そういうのやらずに、いきなりポンと破産宣告してるんで、ちょっとなんか俺不思議だなっていうような印象はありますね。なんもない、なんもね、前触れもなく、子会社から民事再生法のですね、提案が出るみたいな。しかも、子会社に対しての支払いが遅れるとかっていう理由で、なんかやってるので、で、なんかいろいろ揉めてるっぽくって、いろいろ調べると、株主総会でですね、3月の株主総会で、それまでの社長と会長がですね、続投しますっていうふうに、株主総会で承認を得るっていうのがあるんですけども、それにですね、3党がですね、
再任をね、否認して違う会長を送り込んできたりとかして、3月になんか揉めてそうなんですよね。なので、今までね、なんかこう、うまくいってた中国企業との、やつで、今までの社長が、首切られて相談役になってしまって、中国から来た人がですね、その会長になって、で、しかも、社長も違う人、社長はね、取締役上がったみたいなんですけども、っていう風になって、なんか揉めてそうなんですよ、取締役会が。なので、こういう危機的な時に、そのお金、資金調達どうするんだとか、そういったところが、うまくまとまらなかった可能性が結構でかいなっていう風な、のをちょっと感じてますね。なので揉めてそうで、もう一気にもう潰しちゃった方がいいんじゃないかみたいな風になんかなってるのかもしれないなと思っていて、これさらにね、この民事再生法の取り消しを3党が取り下げてくるんじゃないかとかね、ちょっと噂になってたりとか、これもうちょっと揉めそうなので、どうなるかっていうのはちょっとまだ目が離せないなって感じですね。ということで、まとめなんですけれども、まとめの前に、株式投資のね、基礎とか、再生リストで作っているんで、ぜひですね、株勉強したいよって人は見てみてください。あと、FX 入門とか不動産投資の基礎も再生リスト作っているんで、ぜひ見てみてください。ということで、レナウンのですね、破綻の、まとめなんですけれども、もともと、その消費税とか、台風とか、暖冬とかがあって、売り上げが下がっていて赤字転落してましたよ。それに加え、53億円ですね。50億円以上が、その、焦げついた返ってくる金のお金が、その、親会社の子会社ですね。ところに、構成ってところから、返ってこなくって、今揉めてますっていうところ、これで赤字かなりで、本当は53億円もお金が消えてなくなったようなもんなので、これも辛いところですよね。で、コロナの影響で売り上げがですね、4月で 80%。これとどめを刺されたっていう感じです。なので、コロナの影響でっていうのもあるかもしれないんですけれども、ちょっとね、それ以上に他のですね、この辺が、大きな影響が出ているんで、こんな早く破綻してしまったようです。で、資金が枯渇して民事再生法を、提案してますと。で、ちょっと揉めてそう、これ推測なんですけど、揉めてそう、なんかありそうなので、もしかしたらもうちょっといろいろなんかありそう、マネーゲームに発展したりとかね、ちょっとこれぜひ株価見といてほしいんですけれども、株価ね、結構その破綻して、徐々廃止になって、紙くずに、電子くずになるんですけれども、なぜと思われるんですけども、その前にもね、バーンとなんか上がったりするんですよ。結構ね、ダイナミックに動くんで、面白いんでね。で、ただ手は出さない方がいいですね。これどっちかにね、1円とかに張り付いて売れなくなったりするかもしれないんで、かなりね、なんかこうマネーゲームは大体繰り広げられるので、面白いなと思ったりします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産投資とか経済ニュースとか分かりやすく解説してるんで、ぜひですね、チャンネル登録をお願いします。役に立ったらですね、Twitter とかでシェアしていただければ嬉しいです。またコメント、高評価いつもありがとうございます。あと、インスタグラムとですね、Facebook もやってるんで、よかったら見てみてください。それではどうもありがとうございました。ウェイ。おまけ。ちょっとおまけをですね、話してみようかなと思います。やっぱこういう風にね、急激に、この破綻するっていうのがね、結構怖いなっていうところで、やっぱりその会社自体も問題あったのかもしれないですけど、なんかお金、なんか商品を下ろして、で、下ろした先が倒産して、で、こっちがお金が入ってこないっていう風になって、そういうね、連鎖的な倒産みたいなのがこれから増えるかもなっていうところは結構あったりするので、まだね、株とかは、株価上がってるんですけれども、こういう影響がじわじわ出てきてね、で、昨日もちょっと日経の PR がね、結構下がってきたっていうのが出てるんで、収益性下がってるのは間違いないっていうことですよね。で、破綻、する企業がね、東証一部の企業破綻するのはなんか1年ぶり以上みたいで、久しぶりに倒産したっていうことなので、これからね、倒産がもしかして増えそうかなっていうところはちょっとネガティブなニュースだなっていうところで、非常にですね、怖いなと思ってます。今ね、日産が買収されるかみたいなのも出たりとか、マツダがとかですね、かなりいろんな業界で問題になってるんでですね、なんとかね、ここを耐え抜いてみたいな融資とかでなんとかしないといけないんですけども、でも結局アパレルとかね、やっぱ店舗に頼っているところは非常に辛い状況が続くので、これからもそういう店舗とか、ジムとかですね、ゴールドジムが破綻したりだとか、店舗100%依存みたいなところはね、今回のレナウもなんかEC 比率、ネットでの売り上げ 3% らしいんですよね。結構やっぱもう店舗 97% なので、店舗が閉まってしまうともう売り上げが完全ストップみたいな状態になっちゃうんで、これかなり辛いですよね。ユニクロを調べてみたらね、ユニクロの EC 比率、ネット販売はね、11% ぐらいでしたね。
まあ結構ユニクロですらまだね、結構ね、ユニクロアプリ入れたりとか、いろいろやってるんで、まあそういう取り組んでね、来て、まあここ、5、6年ぐらいで3%から11%まで上げてきてるんで、どんどんね、EC 比率、そのユニクロ上がってきてるんで、まあそういう取り組みがね、ほんと重要だなって気はしますよね。どんどん店舗からやっぱこう、ネット売り上げに切り替えていくみたいなのがすごいね、やっぱされてるんで、徐々にそういう取り組みがですね、されるんだろうなって気はしますね。まあそれでもね、ユニクロもね、すごい売り上げ下がったりとかしてるんで、やっぱり、店舗だけでやっぱ厳しいなっていうところね。これがね、またアフターコロナで店舗に売り上げが戻るのかとかね。でも、韓国とか見るとね、結構ロッテデパート、すごい、緊急事態のそのロックダウン解除後にすごい人が溢れてて、やっぱ物見ながら買いたいわよね、みたいなコメントされてるおばさまがいましたけれども、まあそうなってね、一気にまた人がね、街に戻ってきて、みんな買ってくれるみたいなね、この反動、景気の反動みたいな、今までのこの抑制でね、売れなかったものが急に売れるようになるみたいな、なってくれればいいんですけどね。ただやっぱ怖いのはみんな収入下がっちゃってるんで、収入減って、まあ、将来にこう不安を抱えてるような状態でその爆買いするかっていうところとか結構不安に思ってたりとかして、やっぱ収入今上がってる人ってほとんど少ないし、会社もね、業績下がるんで、夏のボーナス下がるとかいろんな状況があるんで、まだまだなんかこう楽観視できないなっていうところがありますね。まあ、YouTube とかもね、売上広告が下がったみたいな話もね、あったり、ブログもね、僕アフィリエイトとか、まあそういうのも下がったりするんで、徐々にですね、まだ自分自身も頑張っていかなきゃなっていうふうに思ってます。はい、それではどうもありがとうございました。ウェーイ。おまけが長い。